ヤッホーとしきです。今回は序盤に知りたいおすすめ攻略8選ということで、いや、ついに発売されたメタファリファンタジオ、もうね、選択肢というかやること多すぎて、もう悩む幸せで満載ですね。ということで、僕と同じように皆さんも結構迷ってる方多いんじゃないかなと思いましたんで、序盤に知りたいおすすめな攻略を8個ご覧のような形でまとめてきました。超重要なセーブのタイミングとか、あとは最高率で街で過ごすための考え方というか、これさえやっとけばとりあえず OK みたいなのもまとめてありますんで、もしよかったら皆さん最後までご覧ください。ちなみに動画の最後の方では皆さん気になっているであろうこちらのゴールドアタックについてですね、これがね結構巷ではぶっ壊れてんじゃねえのっていう噂が立ってるぐらい強いのかな弱いのかなみたいな皆さん悩んでると思いますんで、こちらの検証というか解説もやってますんで、よかったら合わせてご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは超重要なセーブのタイミングについてやっていきたいと思います。このゲームは皆さんプレイしていたらもうわかると思うんですけど、ペルソナシリーズ恒例のこういったスケジュールがありますよね。何かの期日までに自分の能力を上げたりとかサブイベントを消化していかなければいけないんですが、この制限があるので結構自由にフラフラと冒険することができない仕組みになっています。それがめちゃくちゃ面白いんですけどね。もちろんメインの期日の前にメインストーリーのダンジョンをクリアできなければそれはそれでゲームオーバーになってしまいますし、プレイしているとうわーあれやっとけばよかったとか、うわなんだよ王の資質これ説得力必要だったんじゃんとか、なんかそういうことがいっぱい出てくると思うんですね。なので今回は皆さんに後悔のないように進めていけるような最適なセーブタイミング3つご紹介したいと思います。まず1つは何といっても新しい街、1つ目の街でもそうですけど、街でフリーになった瞬間ですね。街でフリーになった瞬間にマップを見てその時点で受けられるサブクエないかなって探してください。でとりあえずあったら全部引き受けてみましょう。そうするとこんな感じのリストが作れると思うんですね。基本的に期限がないものが多かったりするんですが、意外と10日以内とか7日以内とかっていうのもあったりします。まずこのサブクエストを全部受けた段階、そして街で何もしていない状態で一度セーブしましょう。ここのセーブデータを一つ持っておくことで大前提というか一番スタートに戻ることができますよね。そして2つ目がダンジョンに出かける前ですね。これ結構重要です。例えばここのダンジョン今から行くと2日間かかるので、もう行くだけでも日程結構削られてしまいますよね。これでセーブせずに行って弱点何も持ってないし、敵がなんかすごく状態異常する攻撃してきて回復アイテムも持ってませんと、で泣く泣く戻ってきてまた行くのに2日かかってたらスケジュールがいくらあっても足りないんですよね。とにかくスケジュールは圧縮していきたいので、必ずねダンジョン行く前はセーブしておいた方がいいんじゃないかなと思います。そして3つ目はもう皆さん察してると思いますが、ボス戦の前ですね。大体ボスの前って情報屋で情報を買って弱点が判明しているパターンもありますが、わかんない時ももちろんありますよね。で結構重要なのが弱点云々バトル云々の話ではなくて、今作のボスってレアドロップするんですね。それもサブイベントで来るようなこういったなんていうんですかね、本来倒す必要のないボスというか、そういったボスはレアドロする確率があって結構便利なものを落とすかもしれないので、とにかくボス戦前は別でセーブデータを置いておく、これはねやった方がいいんじゃないかなと思います。以上大まかに3つのセーブのタイミングご紹介しましたが、これ以外も例えば誰かとの会話で選択肢があってどれを選ぶかによってなんかポイントが増えたり減ったりとかあるんですが、それでうまくいった場合はいいんですけど、うまくいかなかった場合は戻るみたいなね。もちろんこういった王の資質を上げる時も選択肢出てきますよね。あれもどれ選ぶかによってもらえるポイントが若干変わったりするんですが、これをやる前にもちょっとこまめにセーブして一番ポイントの多い選択肢が選べるようにするのもいいですね。といった感じでメインの3つのセーブタイミングプラスアルファで皆さんご自身でいい感じのセーブタイミング見つけてみてください。はい、それではこれも重要ですね。最高率の街での過ごし方やってみたいと思います。いざプレイを始めてみると限られた期間の中で仲間のランクを上げたりとか、サブイベントがいっぱいあったりしてどれからやろっかなって迷うと思います。しかもさらにはマップの中にはこういう風に王の資質を上げれるもの、昼間の時間夜の時間どちらかを使って王の資質を上げることもできますよね。めちゃくちゃ選択肢が多いんでかなり悩むと思います。さらには1つ目の街でここの魔導き屋の女に話しかけるとサブイベントを受けることができるんですが、実はここでもうすでに見識2が必要になるんですね。これは絶対
対やっていただきたいんですけど、こういった能力も要求してくると。マジでやること多すぎてわかんないって感じになると思うんですが、ここで一つ個人的に2つ目の街まで攻略して思った最効率な過ごし方は、とにかくダンジョンを1日でクリアすること、これにつきますね。一番最初に言ってしまうんですが、僕は一番最初にレベル上げできるサブクエストで行くことのできるダンジョン、それを1日で攻略してレベルも上げきってしまいました。そして次の日にメインストーリーを1日でクリアしてしまいました。で、これはね、先ほどお話ししたセーブポイントを作って敵の弱点をあらかた調べて、で、ロードして戻って対策してから行くみたいな感じで、全然ね、頑張ればダンジョンは1日で攻略できてしまうんですよ。しかも宝がどこにあるとか、ここにどういう敵がいるとかも分かった状態で進めることができるんで、先ほどの話とも合わせてやれば全然誰でも攻略はできると思います。さらに言ってしまえば、これが結論めいたことになるんですけど、ダンジョンを1日でクリアすることができれば、このゲームスケジュール感は割とキツキツではなく緩い感じで進めることができています。今この2つ目の街まではね、この先街がいくつあって、3つ目4つ目の街でどうなるかは分かりませんが、とりあえずダンジョンを1日で攻略しとけば割となんとでもなるような感じになってると思います。ほんとね、このことに気づくだけでだいぶ気持ちが楽になるので、めちゃくちゃいいっすよね。ということでね、とりあえずなんか6月の攻略のチャートとか作ろうと思ったんですけど、それを作るよりもダンジョンを皆さんにね、1日で攻略してもらった方が、あとは自由に皆さんの好きにプレイすることができると思ったんで、これはマジで大事だと思います。ダンジョンは本当に1日でクリアできるように頑張ってみましょう。ただ一応補足なんですが、納金みたいな考えでね、じゃあとりあえずフリーな時間が始まった瞬間にメインストーリー行ったるわっていう、それでもいいんですけど、実は仲間の中には先にランクを上げてからダンジョンに行った方がいいよっていうキャラクターも存在します。マリアとかね、これも後でゆっくり解説するんですが、フリーな時間が始まって1日2日ぐらいは別に普通に過ごしても大丈夫だと思っておいてください。どうせ後でダンジョン1日で攻略すれば日付は余ると思うんで、でも一番最初にダンジョンやっちゃった方が楽ですかね。気持ち楽ですよね。ちなみになんですが、メインストーリーを先にクリアしても1つ目の街の時点では全然そのままその街にいることができるんで、他のサブクエストとか王の資質を上げたりとか、そういったことで過ごすことができました。あるかわからないんですけど、この先メインストーリーをクリアしてしまったらその街がなんかぶっ壊れていられなくなるみたいな、なんかそういうことは多分ないとは思うんですけど、一応ね、メインストーリーをクリアする前は確実にセーブタイミングは作っておいてください。スケジュールさえ余っていればね、途中でサブイベントやろっかなと思って話しかけたら、やべえ、王の資質が足りないみたいなね、レベルが足りないって判明したとしても、全然日程が余ってるんで、こういうところで過ごして王の資質育ててみたいなことも対応できますよね。なのでね、繰り返しになりますが、とにかくダンジョン系は1日でクリアしてレベル上げもやってしまう。これだけ意識してもらえれば、メタファーリファンタジオの生活はとても有意義になると思いますんで、ぜひ意識してみてください。最重要アーキタイプやってみたいと思います。もうこれはね、皆さん周知の事実かもしれませんが、主人公×マジシャンですね。これマジ強いっすね。一応序盤においてはって感じなんですけど、これ主人公専用の自動効果がありまして、フィールドでのアクション時敵を気絶及び撃破すると MP を回復するんですね。これは1人の敵につき 1MP を全員分回復するんですよ。これがマジでやばい。主人公をマジシャンにしておくだけで、こうやってダンジョン中でレベル上げ、もしくは普通に進めていく場合でも、例えばこういう弱いやつがいたとしたら、倒した時点でこれで全員今1回復したんですね。で、そのまんま進んでいって、例えばこれも後でレベル上げのところで解説するんですが、雑魚がいっぱいいた時はもうこれだけでじゃんじゃん MP を回復していくことができるんですね。これマジやばいですよね。MP さえ回復してしまえば HP も回復できますし、普通に攻撃もしていけるんで、もうね、主人公×マジシャンは一度使ってしまうと離れられなくなっちゃいますね。そもそも3種類の魔法を覚えることができて、人帝勢という仲間との協力アビリティで全体技も覚えていますし、技の継承というところで他のアーキタイプの魔法とかも覚えることができれば4種類とか5種類とか敵の弱点を探すのにめちゃくちゃ有利になりますんで、もうこのゲームシステム上すごくマッチしているんですね。もうね、MP を回復できるっていう時点で結構チートだと思うんで、ぜひね、マジシャンと主人公を使ってみてください。はい、それではそのまんまおすすめパーティー例やってみたいと思います。序盤においてですが、結論から先に言うと、主人公が魔法、ストロールが物理系で、ヒュルケンベルグがヒーラー、回復枠、この感じが一番バランスがやはり取れてるんじゃないかなって感じましたね。まず主人公は特殊の
スキルでね、フィールド上で MP を回復できるマジシャンで、なおかつ弱点をつくことにかなり特化してるんで、探索もボス戦もかなりやりやすい職業になっています。続いてストロール、物理なんですが、今文句というのを装備してるんですけど、皆さんは多分ファイターとか持ってますよね。ソードマスターとか。ストロールは逆に魔法が効かない敵はこっちでどんどんダメージ出していくっていう役割なんで、あえてストロールをヒーラーとかにするよりかは元々の特性で力が強いんで、ファイターとか文句ね、物理系で攻めてみてください。で、最後ヒュルケンベルグは最初デフォルトだとナイトになっているんですけど、ここはね、ヒーラーですね。ここにした方がかなりバトルが安定しました。物語を進めていって1個上のプリーストまで行くと、味方全体を中程度回復する魔法も覚えますし、普通にハマオンっていうね、ドラクエでいうメラミーみたいな感じで敵単体に魔法の中ダメージを与えることができて、これ結構威力が高いんですよ。そしてジンテーゼで敵全体に光の魔法攻撃中ダメージも持っているので、これも割と隙がないですね。ヒーラーをレベルマックス20まで育てると自然治癒の知識というのがつきまして、これはパッシブ効果で自分が行動順になるたびに HP が中回復する。今の状態で20前後ぐらい回復するので結構うまいっすよね。そして割と便利なスキルがパトラとデグンダ。特にデグンダは味方全体のデバフを打ち消してくれるんで、割とね進んでいくと結構やってくるんですよ。命中率下げたり回避率下げたりみたいなね、全然攻撃が当たんないじゃんみたいなことをずっとやってくる敵がいたりしたんで、ヒーラーをレベルマックスにしておいて、プリーストにして技の継承というところでヒーラーのスキルを持っていくことができるんで、僕は今のところデグンダと自然治癒のパッシブの回復ですね、この2つをつけています。もうこれだけで圧倒的に戦闘が楽になりましたんで、ぜひね皆さんもやってみてください。ボスの弱点次第ではね全然変わることがあると思うんですけど、基本的には魔法、物理、回復の3パターンを用意しておいた方がいろんな弱点もつけますからね、マジで強い編成かなと思います。で、一応物語が進んでいくとハイザメっていうもう一人仲間になるんですが、僕はマジシャンにしています。これはなんでかっていうと、そもそも弱点がつきやすいっていうのと、これですね、マジックサークルっていうパッシブがありまして、魔法スキルの攻撃力が 10% 上昇して、なおかつ同じ系統のアーキタイプが仲間にいるとさらに攻撃力が上昇。これによって魔法のダメージを底上げしています。はい、といった感じで今のところストレスフリーで進めることができていますんで、もし参考になったら嬉しいですね。逆にこのパーティー編成めっちゃ強いよみたいなのもあったらコメントでぜひ教えてください。はい、それでは最優先の仲間ランクについてですね、メニュー画面のフォロワーというところに行くとこんな感じで仲間見れると思うんですが、この中で一番重要だなと思うキャラクターがいます。それがこちらマリアですね。こちらのマリアのランクを4まで上げることをまず目指してみてください。で、ここまで上げれるようになるには2つ目の街に行くことと包容力のレベルが2必要になってきます。で、なんで重要なのかというと、結構もう有名なんですが、ランク4になるとこちら応援というスキルを覚えてバトルリザルトの獲得経験値が上昇するんですね。そしてさらに凱旋者の調理台で時間をかけずに料理ができるようになります。もうね、獲得経験値が上昇するっていうんで、まず真っ先に上げておけば今後全てのバトルでの経験値が上がりますんで、マジでうまいっすよね。2つ目の街でのレベル上げでは、まずはマリアのランクを4にしてからやることをおすすめします。他にもね、ランクが7になると経験値がもっと大きく上昇するとか、そもそもマリアの担当がヒーラーなのでね、スキル継承枠が3枠に増えるとか、こういうのも結構嬉しいっすよね。なのでもうほんとここはシンプルに最優先でランクを上げたいキャラクターはマリアですね。これだけ覚えておいてください。はい、それでは2つ目の街マルティラでの超簡単なレベル上げと金策やってみたいと思います。これをやるだけで後のストーリーぐっと楽になりますんで、ぜひ皆さんやってみてください。2つ目の街に着いたらすぐこちらにククルスという人物がいるんですけど、こいつに話しかけるとサブイベントを受注することができます。そのサブクエがこれっすね。ククルスに指輪を届けろ。で、打ち捨てられた墓というダンジョンで指輪を探そうっていうイベントなんですが、この打ち捨てられた墓というのが今回のレベル上げと金策のダンジョンになっています。で、一応注意なんですが、このサブクエストを受けようとする段階で想像力がレベル2必要になりますので、この街のどこかで想像力を高める、もしくはちょっと前のセーブポイントに戻って2つ目の街に来るまでに凱旋者乗りましたよね。あそこで想像力の本を読んでおくとかして、なんとか想像力をレベル2まで上げてみてください。で、さらにここの段階で包容力がレベル2になっていると、さっきもお話ししたマリアのランクを2から3まで上げることのできるイベントに挑むことができます。で、ランク3からランク4に上げるときはどうすればいいのかっていうと、この街について2
普通に何かしらサブイベントをクリアしたんですね。で、街に戻ってきたら連続でマリアのイベントが発生しましたんで、おそらく皆さんも何かしらサブイベント1つクリアして日付が1つ進めば次3から4に上がるイベント発生すると思いますんで、やってみてください。そしてこれがダンジョンに行く前のレベルになっています。だいたいみんなレベル24とか3ぐらいですね。この段階でも全然やることができるのでご安心ください。で、レベル上げに行く前に余談なんですけど、ここに占い師がいて話しかけると天気を占ってくれるんですね。こんな感じで確認することができます。で、目的のダンジョンがここで、ここまで行くのに2日かかるんですね。で、デイ2のところを見ると黄砂と書いてあって悪天候になっています。このゲームは悪天候の時は敵が強くなる、そして敵の弱点をついてもターンが増えないっていうデバフがかかる代わりに経験値が多くもらえるようになっています。はい、ということで打ち捨てられた墓に行ってみたいと思います。パーティーと使っていくスキルを紹介しておきます。今僕のレベルが27で、到着した時がレベル25ぐらいだったので、大体このぐらいでスタートできるんじゃないかなと思います。そしてアーキタイプを解説していきます。主人公がマジシャン、ストロールがモンク、ヒルケンベルグがプリースト、ヒーラーの上位互換のやつですね。で、ハイザメがマジシャンとなっています。この中で特に重要なのはモンクとプリーストですね。モンクから見ていきます。モンクのジンテーゼの気候波という攻撃を多用していきます。HP が78使ってしまうんですが、光属性の物理攻撃で大ダメージ。こちらとプリーストのハマオンという呪文ですね。敵一体に光属性の魔法攻撃の中ダメージ。あとはジンテーゼでマハンマオンですね。これめちゃくちゃ強いんですよね。敵全体に光属性の魔法中ダメージを与える。ここら辺でお気づきかもしれませんが、倒したい敵が光が弱点なので、これを使っていくって感じですね。で、一応定番のね、主人公をマジシャンにして、フィールドでのアクション時に MP を回復できるようにしていると。で、さらにおまけなんですけど、僕は主人公のマジシャンのところに継承スキルでラッキーアイテム、これ商人、リーラーのやつですね。自動効果で戦闘終了時のアイテムドロップ率 20% 上昇をつけています。これをつけていると、雑魚敵とか倒した時に、この怪獣の聖パン。今回の敵は味方をね、呪詛状態にどんどんしてくるので、このアイテムが結構必要になってくるんですが、バンバンドロップするようになるので、僕も31個持ってるんですよね。逆に余るぐらいになるので、すごく効率的ですよね。これはね、ノーダメージキルできなかった時の敵の反撃で呪詛状態を食らうっていう時に使うんで、なくてもいいかなって感じですね。一応覚えておいてください。はい、ダンジョンに入りましたら、まっすぐ進んでいきましょう。最初の道は鹿としてまだまっすぐですね。2つ目を右に曲がってください。で、まっすぐ行って左を向くと開けた場所でわらわらと雑魚敵がいるので、これをね、マジシャンで倒していきましょう。ちなみに、ここは16体いるので、主人公をマジシャンにしていれば、味方全員の MP を16回復できる場所になっています。で、怪獣の聖パンっていうね、呪詛状態を回復するアイテムがバンバンゲットできていましたね。そしたらまっすぐ行って、すぐ左にね、こちら、通り道があるので、ここ入っちゃってください。で、入ったら、はしごを登りましょう。はい、いましたね。こいつが経験値めちゃくちゃうまいやつなんですね。レベルが31、こちらが27なので強敵なんですが、今からね、倒し方をやってみたいと思います。普通に気絶してからバトルに入ってみてください。最初は結構ね、敵がなかなか気絶しないので難しいんですけど、はい、入りましたね。はい、先制攻撃で入りましたら、敵の HP が4割ぐらい減った状態でスタートすることができます。で、一番最初はパスしてください。で、ここですね。文句のジンテーゼの気候波。まずこれを真ん中のあいつ、肩ブリッジにぶち込んでください。はい、767入りましたね。続いてプリーストのジンテーゼでマハンマオンを使ってください。はい、そうすると周りのやつは倒すことができて、あとは真ん中ですね。はい、ここで気絶状態になるかならないかが結構運なんですけど、その場合は普通に魔法で攻撃してくるか、こっちを呪詛状態にしてきます。ちなみにこいつは物理系の攻撃が全部反射なので、魔法だけで攻撃してみてください。で、あとはもう簡単ですね。あとちょっと HP なので、ゴリゴリ削っていけばクリアって感じですね。楽勝って感じですね。お疲れ様でした。これでノーダメージで倒すことができます。はい、こんな感じで経験値が581と結構高いっすよね。で、特筆すべきはアーキタイプの経験値が1000を超えてるんすよね。で、マグも結構うまいと。はい、このおかげでどんどんレベルが上がっていくんですよね。で、今作のシステムでめちゃくちゃ便利なのが、アーキタイプマックスのやつが経験値をゲットしたらこんな感じですね。溢れた分は英雄の密波1個経験値1000のアイテムに変換してくれるんで、他の弱いアーキタイプで戦う必要がなく、これで経験値を再分配することができるんで、めちゃくちゃ便利っ
っすよね。こいつを倒したら次は戻りましょう。はしごを降りて元の道に戻っていきます。はい、戻ってきましたら目の前、あいつですね。あいつが目的、最後2体目ですね。で、これさっきもお話ししたんですけど、これ悪天候なんですよね。悪天候の時は、こちらが弱点をついてもターンが増えないので、このような感じのルーティンになってるんですが、通常の日に来たらもっとね、簡単に倒すことができると思います。ずっと俺のターンみたいな感じでね。だから多分レベル25よりちょい前ぐらいでももしかしたらいけるんじゃないかなと思いますね。僕の場合は悪天候でレベル25でスタートして倒すことができたので、まあそれを目安にやってみてください。はい、で2体目を倒しましたらこれで一応目的は終了ですね。ちょっと戻って右こちらに行きましょう。この人が目印ですね。この人が見えたら右に行きましょう。はい、ここも雑魚がいますね。で、ここまっすぐ行くと、ここにね、猫がいるんですね。で、この猫に話しかけて脱出を選んでください。はい、これでワンループ終了ですね。入り口に戻って、また今のループをどんどん繰り返していくといった感じになります。めちゃくちゃ簡単っすよね。まあ、要は敵が光属性が弱点なのでっていうのを押さえておけば、割とね、スムーズにこれ以外のパーティー編成でもいけるんじゃないかなと思いますね。で、しっかりここで主人公で雑魚敵を倒して MP を回復する。そして継戦能力をずっと高めたまんま、いくっていうのがかなり、うまいですよね。いや、マジで主人公マジシャンチートなぐらい便利っすよね。もうこれでずっとレベル上げすることができるんで、めちゃくちゃ強いと思います。で、さらにですね、MP だけ回復したい場合は、ここら辺の雑魚敵を一掃したら、先に猫に行きましょう。今度はアカデミーアに行ってください。で、すぐ出ましょう。こうすることによって、ロードを挟むことができるんですね。はい。で、これで何が起きるのかというと、ここら辺のね、敵全部ね、リポップするんですよね。ロードを挟むことによって全部復活できるんで、はい、こんな感じでまた MP16 回復することができます。これもめちゃくちゃうまいっすね。はい、で、まだまだ回復したい場合は猫に戻ってアカデメイヤーでこれを往復する。これだけで MP はね、全回復することができます。はい、それでは続いて金策について解説していきます。まあ、主にこの雑魚敵を使っていくんですが、通常魔術師でどのくらいお金が入るのか一回見てみましょう。はい、これで全部倒したかな。これで224のマネーって書いてありますね。マグが424でした。次は主人公をディーラーにしてみましょう。ディーラーのこちら主人公専用の自動効果で敵を気絶及び撃破するたびに少額のお金を取得する。これでどのぐらい増えるのか見てみましょう。さっきは200ちょいだったんですがどうなるかって感じですね。はい、もうやばいですね。はい、左ご覧ください。やばいですね。はい、もう3907、4007、これやばいですね。どれぐらいまでいけるんですかね。6000超えましたね。はい、6944のお金をゲットすることができました。これマジやばいっすね。はい、ということでディーラーを主人公が装備すればここもぶっ壊れ金策の場所になるんですね。マジでここで経験値を稼ぐついでにお金も稼いでしまえばこの後のストーリーというかね、物語もうめちゃくちゃ楽になりますし、結構街によっては今までもめちゃくちゃ値段高いんだけど能力もいい感じのやつ売ってましたよね。あれも簡単に買うことができるんで結構難易度はね下げることができるんじゃないかなと思います。さらにレベルが上がればストーリークリアにかかる日数も圧縮できますし、下手なダンジョンだったら初見で1日でクリアできてしまいますよね。その分空いたスケジュールで仲間のこの関係値のランクを上げるために使ったり、または主人公の王の資質を上げるために本を読んだりとか、そういうことに使うことができますんで、ぜひねここでレベルとお金じゃんじゃん稼いじゃってください。 MP 自動回復アクセ2つ入手やってみたいと思います。この三日月のメダリオンというアクセサリーがそれで、戦闘中自分の行動が回ってくるたびに MP が中回復とあります。これ結構便利っすよね。このアクセサリーを一つは主人公ですね。マックス MP が318、そして2つ目はヒュルケンベルグ、今プリーストになっていて最大 MP が227のキャラクターにつけています。で、実際に自分のターンが回ってきたらどのぐらい回復するのかというと、この2人のキャラクター両方とも4回復しました。なのでこの MP が中回復というのは最大 MP に対してとかじゃなく、単純に固定値で4回復するよというのが分かりました。全然4だけかよって思うかもしれませんが、これ毎ターン回復するので、例えばマジシャンのこの炎とか氷、雷の魔法が毎ターン無料で打てるっていうのと一緒なんですよね。主人公がマジシャンで敵を気絶させて MP を1ずつ全員回復させつつ、実際のレベル上げの戦闘においても、例えば今回よく MP を使っていくヒュルケンベルグに持たせれば
ば4ずつ回復していきますから、かなり継戦能力は上がりますよね。ということで、おそらく中盤ぐらいまでは全然使っていける便利なアクセサリーになってますんで、よかったらゲットしてみてください。そして入手方法が打ち捨てられた墓、レベル上げのダンジョンですね。ここの一番奥まで来て、猫がいる近くに、ここですね、大きな宝箱があると思うんですけど、これミミックになっているんですね。で、こいつからのレアドロップになっていますんで、一つは盗むでゲットしてください。で、もう一つは確率でドロップって感じっすね。このミミック別にね、そんな強くないんですよ。ここでレベル上げさえしておけば、誰でも簡単に倒すことができると思いますんで、ぜひ盗んでから倒してレアドロップを狙って全部で2個ゲットしてみてください。はい、それでは皆さん気になっているであろうゴールドアタックって強いのか弱いのか、そしてその先のディーラーの上位色でも覚えることのできるゴールドアタックの上位版について詳しく解説していきたいと思います。まずゴールドアタックって何ぞやっていうとこちらになっています。ディーラーというアーキタイプで使うことができて、MP の代わりに500マネー消費することによって敵1体ですね、単体にクリティカル率の高い万能属性の物理攻撃で小ダメージを与えるという効果の技です。で、このクリティカル率が高いってどのくらいなのかっていうと、体感なんですけど、おそらく 50% はあるんじゃないかなっていうくらい高いですね。つまりは2回に1回はクリティカル出てんなーっていう感覚がありました。そして万能属性というのは何かというと、敵の弱点とか耐性とかそういったものを全て無視して攻撃できるよという属性のことなんですね。で、それの物理攻撃で小ダメージということなんで、おそらくは力というパラメーターが関係してくるんじゃないかなと思います。で、この動画の途中でも金策で紹介したんですが、1回500マネー使ってしまうので、主人公がディーラーについた時にのみ使えるこちら錬金術ですね。フィールドでのアクション時に敵を気絶及び撃破すると少額のお金を取得する。これ少額どころじゃなくてめちゃくちゃ金策になるぐらいゲットできるんで、まあ主人公でお金を稼いで使ってねっていうスキルになってます。で、ちなみに僕の主人公はゴールドアタックが500じゃなくて倍の1000消費するようになってるんですが、これはこの武器の能力でお金消費の攻撃スキルの威力が上がる代わりに消費金額が2倍になるよというのをつけてるからなんですね。これね、結構威力上がるんですね。とりあえずね、見てもらった方が分かりやすいと思うのでやっていきたいと思います。使っていくパーティーはレベルが全員35。アーキタイプは主人公からディーラー、モンク、プリースト、ウィザードとなっています。もちろんモンクとかプリーストには技の継承スキルでゴールドアタックを装備しています。はい、それではとりあえずやってみたいと思います。どんな感じなのか気になりますよね。あいつがね、ちょうどね、レベル35なので、同じレベルですね。こいつで試してみたいと思います。はい、最初だいたい気絶状態から入りますよね。4割ぐらい削れています。この状態で、ちょっと後ろ下がって、ゴールドアタックを連打してみます。1回500マネーですね。はい、クリティカルが出ませんでした。こちらもゴールドアタックやってみたいと思います。はい、また出ませんでしたね。で、今回のゲームシステムでクリティカルが出ると自分のターンが1つ増えるんですよね。なので、クリティカルが出れば出るほど、出ましたね。はい、もう1回行動できるので、めちゃくちゃ強いんですね。はい、今クリティカル2連続出ましたね。50% かなといった感じですね。はい、もう死にそうなんですけど、ちょっとやってみますかね。ゴールドアタック、どんどん打ち込んでいきましょう。クリティカルが出ない。そしてこちら、クリティカルが出る。2回に1回って感じしますよね。で、主人公これね、倍の威力で、出してるんで結構強いんですよね。はい、簡単に倒すことができました。はい、といった感じの技になっていました。マジでクリティカルが連発するほどずっと俺のターンで攻撃できて、しかもね、割と威力高いの分かりましたかね。結構クリティカルが出ない時は出ないかもしれないので、そういった時はもうリトライでやり直してしまえば、自分の都合のいいように進めることもできちゃいますよね。使い道としては、未知の敵と出会った時とか、敵の弱点属性を持っていないキャラクターですね。例えば、ハイザメが今ウィザードなんですけど、この3種類の炎、氷、電撃のダメージを与えることができるんですが、この3つが弱点ではなかった場合、そんな時に継承スキルでゴールドアタックを忍ばせておけば、無条件にダメージを与えることができますし、クリティカルが起きれば弱点をついたのと同じ判定でターンが増えますよね。なので、そういった感じで全キャラクターに持たせておいて、仕込み刀みたいな感じでね、ある意味奥の手みたいな感じで、苦手なタイプの敵に出会った時の救済策として持っておくのがめちゃくちゃ便利な使い方なんじゃないかなと思います。もうあとは敵の弱点を探すのがめんどくさい時は、もうゴールドアタック連打で
さっきみたいに全然勝つこともできるんで、そしてさらにうまく使う方法がありまして、文句にあるんですけど、こちらですね、上から2つ目、すぐ覚えることのできる場所に切磋琢磨というスキルがあります。これはパッシブ効果でクリティカル発生率が 5% 上昇する。さらに同じ系統のアーキタイプがいると発生率が上昇する。なので、ヒュルケンベルグとかハイザメとかも全員文句にして、無理やり文句のこれですね、全員切磋琢磨を覚えさせて継承スキルでゴールドアタック。この状態で試した結果ね、結構クリティカル出た気がするんですよ。あくまで気なんですけど、どうだろうな、3回に2回ぐらいはね、クリティカル出てた気がするんですよね。てか体感でも結構クリティカル出てんなーって感じがしました。なのでワンチャンその文句でゴールドアタック戦法っていうのも結構面白いかもしんないですね。で、おまけに文句は力も上がるので、ゴールドアタック自体の威力も高くなります。めちゃくちゃ好都合っすよね。ただ僕は今3つ目の街まで来てるんですけど、まだ文句のこのセットスキルですね、技継承が1枠しかないので、回復技をね、入れることができなくなってしまいますから、かなり短期決戦をイメージしたバトルになります。ということで、回復がなくなってしまうのもなぁと思ったので、結局僕が今使っているパーティーがディーラー、文句、プリースト、ウィザードなんですね。もうこれがほぼほぼ結論かなと思います。主人公でファストしながらお金を貯めていって、文句で物理攻撃もできるようにしておきながらゴールドアタック。キュルケンベルグでプリーストを装備して回復とか光の魔法攻撃をできるようにしながらもゴールドアタック。で、ハイザメも一緒ですね。ウィザードで魔法をやりながらゴールドアタックも所持している。みたいな感じで困った時の奥の手としてめちゃくちゃ便利に働きますんで、ぜひね、皆さんもゴールドアタック技の継承でね、持っていってみてください。思ってるより、これ便利じゃんってなると思います。そしてここから余談なんですが、ちょっとこれはね、結構ネタバレにはなるんですけど、ここですね、商人のもう一個上位互換のクラスがありまして、ここまだ解放されてないんですが、ディーラーのレベルが20と、コマンダー、こっちにあるコマンダーですね、軍師のレベルが10必要なんですけど、ここの技のところになんとゴールドラッシュ。これがやばそうで、敵一体にクリティカル率が高い万能属性の物理大ダメージを与えると書いてあるんですね。その代わり5000使ってしまうんですが、こんなのはね、金策でお金貯めとけばどうにでもなるんで大丈夫なんですけど、クリティカル率が高い大ダメージってやばくないっすかねっていうね。もう極めつけはこれですね。万能ブースター。万能属性の攻撃力が 20% 上昇するっていうんで、もうこの職業が解放できたら弱点いらないんじゃねって思うんですよね。さらには人定税で6666円払うと敵全体に万能属性の特大ダメージを与えることができるっていう。いやもうここら辺マジで気になってるんで、ちょっと皆さんも気になると思うんで、僕もめちゃめちゃな勢いで今攻略してるんで、ぜひね、動画お待ちください。はい、といった感じでゴールドアタックの紹介をしてきたんですが、クリティカルさえ出てしまえば敵の属性関係なくね、で結構威力も高くってずっと俺のターンやることができるんで、ぜひね、これは試してみていただきたいっすね。いざね、ダンジョンに入ってやべえ弱点持ってないとか敵強えと思ったらゴールドアタックで攻略してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。序盤に知りたいおすすめ攻略8選でしたが、いやほんとこのスケジュールのシステム、この制限がいい感じのスパイスになってますよね。本当にね、選択肢が多くて迷うゲームだと思いますんで、これからもね、皆さんの参考になるような動画や検証やっていきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。